京都大学大学院生命科学研究科高次生命科学専攻分子病態学分野の今井です。私たちの研究室は神戸の理化学研究所にあります。今日は私たちの研究室が行っている研究内容についてご紹介します。私たちの脳には1000億もの神経細胞が存在します。私たちの知性や心はこの膨大な神経細胞が織りなす神経回路によって成り立っています。私たちの脳がどのようにして外界の情報を受け取り情報処理を行っているのか、またこのような複雑な神経回路が発達の過程でどのようにして作られていくのか、こうした問題に取り組むため私たちは匂いを感じる嗅覚の神経回路をモデルに研究を行っています。私たちの豊かな生活に嗅覚は欠かせません。朝入れたてのコーヒーの豊かな香りは脳を活性化させてくれますし、炊きたてのご飯の香りや焼きたてのお肉の匂いは食欲を大いにそそります。高貴なバラの香りや甘いフルーツの香りは私たちの気分を幸せにしてくれますし、森の木々の香りやラベンダーの香りは気分を落ち着かせてくれます。匂いの正体は空気中に漂うさまざまな化学物質です。私たちは空気中の化学物質を鼻の奥にある鼻腔というところで感じ取っています。鼻腔内の嗅上皮というところには匂いを感じる嗅神経細胞と呼ばれる細胞がびっしり並んでいます。嗅神経細胞によって受け取られた匂いの情報はまず脳の嗅球という場所に伝達されて、さらに嗅皮質を経て匂いの知覚を生み出しています。匂い分子は一体どのようにして嗅神経細胞に検出されるのでしょうか。匂いの検出に関わるセンサー、嗅覚受容体は1991年にリンダ・バック博士とリチャード・アクセル博士によって発見されました。両博士はこの功績により2004年にノーベル賞を受賞しています。嗅覚受容体は人で約350種類、マウスでは約1000種類あり、これらを使って多様な匂い分子の検出を行っています。匂い分子と嗅覚受容体はちょうど鍵と鍵穴のような関係にあります。鍵穴にあたる嗅覚受容体はそのポケットにうまくはまり込む匂い分子のみを検出しています。匂い分子がうまく鍵穴にはまり込むと嗅神経細胞は電気的な信号を生じ、その情報が脳の嗅球へと伝わります。嗅上皮では1個の嗅神経細胞は1種類の嗅覚受容体のみを発現しています。言い換えると嗅上皮にはマウスであれば1000種類の嗅神経細胞があり、それぞれが異なる種類の匂い分子を検出しているということになります。嗅神経細胞は軸索と呼ばれるケーブルを脳の嗅球へと接続していますが、ここで同じ種類の嗅覚受容体を発現している嗅神経細胞の軸索は特定の糸球体と呼ばれる構造へと収斂します。したがって異なる匂い分子は嗅球の異なる糸球体を活性化させるということになります。私たちはこのような嗅覚の神経回路をモデル生物であるマウスを使って研究しています。それではマウスを使って嗅覚の神経回路がどのようになっているのか実際に見てみましょう。こちらが嗅神経細胞を GFP で可視化したノックインマウスの嗅球の傾向写真です。左側が嗅上皮で、嗅上皮には嗅神経細胞がびっしり詰まっています。これらの軸索は右側にある嗅球に伸びてつながります。嗅球にはこのようにたくさんの丸い構造が見られますが、これら一つ一つが糸球体です。先ほどご説明したように一つ一つの糸球体がそれぞれ1種類の嗅覚受容体の入力を受けています。したがって匂いの情報は糸球体を素子とする電光掲示板のようなものだと考えることができます。それでは実際にマウスの嗅球でどのように匂いが表現されているのか見てみることにしましょう。糸球体で匂い情報がどのように表現されているのかを可視化するため、ここでは嗅神経細胞でカルシウムプローブ GCAMP を発現するトランスジェニックマウスを用います。神経細胞が活動すると細胞内のカルシウム濃度が上昇します。
この G-CAMP というのはカルシウム結合タンパク質と GFP からなる人工タンパク質で、カルシウムがある時だけ GFP の傾向を発するというものです。これを使って神経細胞を可視化することができます。こちらは生きたマウスを使って救急の神経活動の様子を観察した実験です。このマウスにバナナの匂い、アミルアセテートを嗅がせてみます。このようにいくつかの糸球体が異なる強さで活動する様子がわかります。次に同じマウスに今度はアーモンドの匂い、ベンズアルデヒドを嗅がせてみます。すると先ほどとは異なるパターンで活動する様子がわかります。このように一つの匂い分子は多くの場合複数の糸球体を異なる程度で活性化させます。そして匂いの情報は救急ではさながら電光掲示板のように提示されるということがわかります。現在私たちはこのようにして救急に入力された匂いの情報が救急内で処理される過程を詳しく研究しています。最近ではこの活動の空間的なパターンだけではなく時間的なパターンも重要な意味を持っているということが分かってきました。脳内の情報処理過程を理解する上では神経細胞の活動の様子を観察するだけではなく救急を直接見てたどるということも有効です。しかしながら人の指先ほどの大きさしかないマウスの脳ですら神経細胞が縦横無尽に軸索や樹状突起を張り巡らしており、その全貌を明らかにすることは容易ではありません。従来神経回路の解析は脳を薄い切片に切って写真を撮りそれを貼り合わせるという非常に骨の折れる方法で行われていました。より簡便に神経回路の3次元構造を明らかにするため私たちは簡便に脳を透明化する方法を開発しています。例えば私たちが最近開発した CDB 法を用いるとたった3日間の処理でこのように脳や胎児などの組織を透明にすることができます。こちらがホルマリン固定したマウスの脳で、もう一方が CDB 処理によって透明化したマウスの脳になります。透明化した脳サンプルはこちらにある二光視力顕微鏡と呼ばれる特殊な顕微鏡を用いて観察します。二光視力顕微鏡は深部まで蛍光断層像を取得できるという特徴があります。CDB 処理した脳サンプルを二光視力顕微鏡を用いて観察するとこのように脳の奥深くまで断層像を取ることができます。こうして取得した断層像をたくさん貼り合わせることで脳の広い領域の神経回路の全貌を明らかにすることができます。これはマウスの大脳皮質と海馬を含む広い領域を3次元再構成したものです。この方法を用いて救急の中を覗いてみました。神経細胞が GFP で標識されたマウス救急の中からたった1個の糸球体につながっている神経細胞だけを赤く標識し、その配線の様子を解析しました。このように電光掲示板の裏側には驚くほど複雑な神経回路が張り巡らされているということがわかるでしょう。私たちはこのようなイメージング技術を駆使して1000種類の入力を処理する複雑な神経回路の動作原理や発達過程でこのような複雑な神経回路が作られる仕組みの研究に取り組んでいます。こうした研究を通して機能的な神経回路、すなわち私たちの知性や思考、意識の基盤がどのようにして作られるのかを理解したいと考えています。このような研究に興味を持たれた方はぜひご連絡ください。